さてお稲荷さんの、水に流すの話のご質問があったのでね、自分のね嫌なことをこうね水に流してお稲荷さんの鳥居をねくぐっていくたんびに嫌なことを水に流すと、要するに汚いものを身につけてないということでね、私はお稲荷さんの祠の中で白いのを着てたっていうのは象徴的にそういうことなんですね。要するに色がついてない、全部水に流してきれいにしちゃったんで汚いものなしの真っ白な、服装で座ってて、それから純粋に狐さんに会いたい、狐さんの話を聞きたいって言って純粋なんで白狐だったと、こういうことですね。白っていうのはそういう働きがある。でもちろんあれですよね、ご存知でしょうね、ブルーの色をここにつけるとこれもね病気にならないかな。ブルーごめんなさい、灰色これも今間違ったでしょ。間違ったの面白いんですよ。面白がればいい。真っ空見てるんでね、ついついブルーと言っちゃった。これ面白い、こういうの面白い。そして間違ったのはこうですね。もう何十年も前から皆さんの病気を治す時に、病気というより症状ですね、取る時にグレー灰色の折り紙をこうつけて、この話したことがある。何秒か置きますとね皆さん元気になるんですね。これぐらいすぐ取れるの。それでこれ何度もやりましたね。私のとこにあるウィッチヘーゼルなんかでもこうやってつけると肩こりすぐ取れる。それから日々の健康法という本をこうやると元気になる。いろんなやり方があるんですけどね、グレーの色っていうのは面白いですね。はい、それでですね、もう一つこう言わなきゃいけないことがあったというのはね、嫌なことを消す方法として、これはね患者さんが教えてくれたんですね。ごくごく最近の話かな。日記に書くという方法がある。日記に書く。一日のうちに福田でもそうですね、嫌なことをいっぱい起きます。私はすぐそれをね面白がるんですね。こんな感じなんです。嫌なこと起きたな、面白いね。それからもう一つ言いますよ。私たち人間はね命生きてますよね。だから命のことを私がこう言うよね。知恵と慈しみの生き生きした私たちみんなのこれからの体験を作る働き、長ったらしいね。今と言ってんだけども、でも繰り返し生き生きって言ってるでしょ。それというのはね、例えば素晴らしい知恵と慈しみっていう言葉を聞いた時にね、生き生きと感じるんですよ。それ思うんではない。私がよく言うんだけれども、思うという字が2つある。思想の思という、思想ってね、思想の思、思う2つ重ねるわけですよね。田んぼの心っていうのはね、考えて思うのが田んぼの心ですよ。これなんていう福田流に解釈するとね、こういろんな思いがある。これは田んぼの心です。皆さんそれで思うもんだから話がなかなか通じないかな。私はねそうじゃなくて、姿の心、なんて木偏に目と書いたね、姿の心の方の思うをよく使うんです。もちろん田んぼの心も使いますよ。で私が皆さんに目的をはっきりさせ、理想をはっきりさせ、そのことだけをこう思いながら人生を生きる、あるいは目的をはっきりして思うという時にはですね、その姿になる心を使うんです。なぜか簡単。要するに心で
思ったことは姿になるから、自分が選択したことは体験するからで思うと、こういうことですね。で私はいつでもそういうことを使って話をする。それからまた皆さんこういうです、これ何度もお聞きになっていつも喋ってるこれも思うなんですよ。私は神とお話しすることができる。これほら断言してるでしょ。だからできるんですよ。この奇変に心で思ってるからですね。私は猫ちゃんやワンちゃんと話することができる。だからできるんですよ。言葉にすればいい。だから思うということは実は言葉にしてるよというのと同じことになるんですね。で、言葉が大事ですよという話につながっていく、こういうことですね。でまたこの神様の話したくなっちゃったんだけれどもね、私田原さんって言ってね、三重県の松坂というところへ年に何回か講習会に行くんですね。新幹線で名古屋行って名古屋で乗り換えていくんですけれどね、新幹線で名古屋行くと同じ時間電車に乗ってってやっと三重県のね、その駅へ降りることができるんですね。そこで何度も申し上げているように、私ね神様と話することができるので、その神様はちょっとこう呼んでみたことがある。それがね、この向こうに早稲田通り、この話したんじゃないかな。早稲田通り向こうにね同じように大きな通りがあるんだけど、早稲田通り賑やかで、向こうの通りは静かなんですね。静かでね、すごく静かなんだけど、一つの大きなお宮さんがあって、そこを諏訪神社っていうんですね。で諏訪神社のにもですね、私ね呼んだらすぐ答えてくれるんでね、お諏訪さんにね、会いたいと言ったんですね。ところがねすぐ来てくれるはずなんだけど、お諏訪さん来てくれないんだね。俺と思ったけれどね、そういうことね面白がる。なんかお諏訪さんとご縁がないかなじゃなくてね、面白がるわけですよ。これ面白いね、これきっといいことあるぞ、言いましたね。悪いこと起きたとすぐね、面白いね、きっといいことあるぞ。だからこれが私の、これがほら姿になる心で、私が自分自身に宣言した、あるいは宇宙に宣言した、神にもう一遍念を入れたと、こういうことですよ。はい、田原さんね、講習会を承って、新幹線に乗って朝早く乗ってってね、名古屋で乗り換えて次の汽車に乗った。すいません、私鉄と国鉄が両方走ってんで、どっちかに乗るわけですけれど、名前言わないでですね、乗ってね、ほら駅で降りなきゃいけない。ご存知、私はすごい眠るのが好き。眠るの簡単に寝ちゃう。でこれもしょっちゅう言うんだけど、講習会なんかで「はい一休み」って言ってね、ちょっとって言って私横になったらすぐ出ちゃいますよ。講習会来る人みんなよく知ってますけどね。でただ駅まで不便なとこですので、自動車でお迎えが来てる。眠るわけにいかないんですよね。寝過ごしちゃったら大変と、こういうことですね。で瞑想をした。私は瞑想すると眠れないんじゃなくて眠らないんです。神と一緒にいて、神とお話ししてて眠るわけにいかないと、こういうことですね。それで私の瞑想は、これもいつも皆さんとご一緒するんですけど、自分の呼吸を意識するっていうんですね。呼吸を意識する。呼吸って意識するとね、スーッと吸ってハーッと吐くの、これいつもそうで、私はスーッと吸ってハーッと吐いてる。はい、スムーズを吸う時もそれやってますね。スーッと吸ってハーッと吐いて、スーッと吸ってハーッと吐いて、こっちで3回こっちで3回、1回吸って吐いて吸って吐いて、これ1回と数えて3回やるわけですけどね。これ適当でいいんですよ。でその調子ですよ。呼吸電車の中でね、
眠らないように瞑想を始めた。スーハースーハースーハー、はっと思った。私、お諏訪さんはここで私が瞑想してる時もうちで瞑想してる時もでいつでも瞑想してる時にご一緒してた。お諏訪さんニコニコ笑ってます今。ニコ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 。スーワスーハスーハってお諏訪さん私と一緒だったじゃない。